正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。天ぷらの三河ゼザン居にお邪魔してます。2回目はアスパラガス、野菜の天ぷら。野菜は昔精進揚げって言ったんですが、アスパラガスを揚げていただきます。これも魔法の天ぷらです。はい、ご紹介します。宗田部さんです。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昔々っていうか茅場町の時に野菜食べたいなと思ったらあんまり野菜はあげたくないって言ったのを覚えてるんですか？仕事の幅がなんかちょっと少なくて、そういう意味。俺がやんなくてもいいんじゃないのみたいなのがあってあんまりやりたくないってこう言ってたんですけど、最近ねお客さんがね野菜をいっぱい置いてあるうちがね一流店みたいになっちゃってねいやうちも一流店の仲間入りするにはちょっと野菜を余分に入れようかなみたいなまあそんなことはないんだけど、はい、実際にはね野菜でもやらなくちゃいけないことがみんな野菜によってあるんですよ。私だったらじゃあねアスパラっていうのはこれが1本こうやってありますよね、はい、そうするとアスパラはね上よりもここら辺の方が糖度が高いんですよ。要するにうまさがある、ここをどうやって料理するか、でこっちをどう料理するか。いくら上手な人が作ったってその後完璧に今度はまたそれを生かさなきゃいけない。それで私はこの先は香りと歯触りを食べてもらいたい。でこっちはアスパラのうまさを食べてもらいたい。うまさ甘み。そうです、それでこれ包丁を見てもらうと分かるんだけど包丁がアスパラに入ってます。でこれはね隠し包丁を入れてアスパラがうまくなるように入れてます。よりうまくなるように。そうです。でみんな料理をするときに飾り包丁を入れたから。で飾り包丁ではうまくはならない。見た目はうまそうになるけどうまくはならないっていうのは。つまり包丁を入れるんでも飾り包丁と隠し包丁があると。隠し包丁はうまくなるように入れるんです、飾り包丁は見た目だけでいいっていう、だからそういう仕事がこれだけでもしてあるよっていう。野菜類は切ると切ったとこから水が出るので、はい、切り口には全部生粉を売ってます、でこう売っとくと衣が剥がれにくくなって焦げにくくなる。でいいバランスで衣がついたまま上がってくる、そういうことをきちっと抑えてあげるっていうのが結構大切なんですよ。まずフランス料理で半分ずつにして出るなんてないですよ。そうなんですよ。要するにねあれは美味しいものを食べる料理じゃないんですよ。ステータスを食べる料理なので結局見た目が豪華でなければ許さないんですよ。それでこんなで太いねこんなで立派なアスパラを買ってちゃんとお客さんに差し上げますよっていうのをやってるんですよ。私はそうじゃなくて美味しいアスパラあげるねってやってるんです。はい、今入ったのは下半分の方ですね。先に入ったのは、はい、上半分下半分とね全くね大体一般の人だったらここら辺でなんか衣も固まったしね色も綺麗だからいいかなって出したがなるんですけど、ここではちょうどね通過点真ん中ぐらいなんです。でこっちは今度は上半分を今から入れます、はい、意外とアスパラは時間かかります。野菜だからみんな簡単だ短い時間だろうと思ってるんですけど。茅場町の時代からアスパラ使ってましたっけ？使ってありました。意外とねアスパラって天ぷら屋で昔からヒットしてるんですよね。昭和天皇が天ぷら屋の屋台が出たんですよ。要するに神田の天正です。でその時にアスパラの天ぷらを揚げて昭和天皇がそれ何って言われてこれアスパラ今美味しいんですよ流行ってんですって言って食べたら美味しいねってアスパラ食べてびっくりしたっていうぐらいの逸話があってそれ週刊誌に載ってました。揚げ玉を油を汚すからですね、結構長い時間入ってるもんないんですよね。実際に他のものと一緒に入れてるから、お客さん気が付かないけど長いんです。で出てくるのは上の方から出てくる。上の方から出てきてですね。
っていうことは下はかなり入ってたってこと。どっちからいただいてもいいんですか。どっちからでも全然。じゃあ私は。ただ下の方はね熱いんです。熱いですよね。だから長いの入って上の方をこっからいきたいと思います。こっからこのお酒塩でいってみたいと思います。香りが素晴らしい。ちょっとそら豆に似たような香り。そうですね。青い香り。青々しい本当に。やっぱり粉をつけたのが効果的。そうなんですよ。はい。ここはね、そのまま揚げてたらもう茶色く焦げてます。茶色く焦げてます。いやこれをちょっとお出汁の方でいただいてみます。熱々なので。これでもほんと熱い。相当ジューシーだしね。むちゃくちゃジューシー。甘みがあって。じゅわっと出てきました。つまり1本のアスパラガスから2つの持ち味を引き出すっていうのは一番初めにエビ揚げてくださいますよね。そうです。必ずそうすると身の方と頭と分けて2つに分けるとやっぱり頭の方は香りがあるし、なんかうまさが強いっていうか、うまさ強い凝縮されたうまみが。そうですよね。これも時間が相当入って揚げてある。で身の方は甘みがあって水分のコントロールであんだけ変わるんだよっていうのをやってですね、温度と水分のコントロールをそれを野菜でやってみせたのが、アスパラガスということですね。いや美味しかったです。美味しくいただきました。いやもう絶対食べていただきたいもう野菜の天ぷら。昔は精進揚げって言ったんですが、野菜をこんなにうまくしてくれるかっていう代表で今いただきました。3回目はアナゴです。これまた天ぷらには絶対欠かせない天種なんですが、それを揚げていただきたいと思います。魔法の天ぷら2回目はアスパラガスでした。次回もお楽しみに。